こんばんは。 Good ちょっと evening. 遅くなりました。ごめんなさい。こんばんは。ちょっとこれもうちょっとはい。こんばんは。 Good evening. Welcome to another thrilling chat with Matthew and Jeremy from English Uplift. How are you? I hope you're having a wonderful week. It was very cold yesterday, wasn't it? そう、寒い。なんか雪がね、降って積もったところもあったみたいで、東京もね、雪が降るって言われて、降るかなって思ったら降らなかったね。一瞬ちらっと降って、このまま降るかなって思ったら、そのままやんじゃいましたね。Yes, で but もね、雪で大変なところもあったみたいで、なんか神戸の方とかね、JR 止まったりとか、なんか雪が積もったりとか、まあもともとね、寒い東北とか北海道とか日本海側の方も大変なのかもしれないですけど。we hope you are safe wherever you are. はい。Thank you for joining us. はい。I believe the chat box is well. So go ahead, let us know who you are, where you are, how you are this wonderful winter Thursday evening. いつもオーバーだよね。まあいいけど。How are you? Alright. 今日はね、アプリフト生とちょっとセッションがあってね。あんまりやらないんだけど、フェイスと対面でちょっとセッションして。普段も近くまで来ていただいたんですよ。ありがとうございました。わざわざね、なんかそれだけやる気がある先生だなっていうことで。でね、紅茶いただいたんですよ。すごい美味しそうなやつ。早速入れてみました。私はブラックティー。Black lemon? そう、レモンブラックティーですね。I've got vanilla Earl Grey. 美味しい。That's quite good, isn't it? Can I try yours? Yeah. どれ。香りがすごい。美味しい。That's good, isn't it? Great. Thank you so あ much. りがとうございます。Yes. 美味しいね、これ。よかった。ありがとう。Should teachers like their students? いきなりそこ？ Well, we don't have to, but that's the topic for this evening. It's an interesting one. It's one that I don't think we've ever really asked ourselves. なんかね、この間ちょっと喋ってたんだよね、いろいろね。で、その中で生徒が好きかっていう話になって結構喋ったんだよね。で、わかるみたいになったんですよ。で、これ結構面白いトピックかもしれないと思って、考えたことがなかった。No. 考えたことがなかったんだけど、そういう質問したときに、なんて答える自分がいるんだろうなって思ったんです。なので、今日はちょっとそのトピックについてね、話そうかなと思うんですけど、その前に、すいません、イングリッシュアップリフトのホームページ、今ちょっと改装中でしてね、ちょっと長い間クローズさせていただいてるんですけど、LINE でね、お知らせしたんだけど、でもやっぱりこう、チェックしてくださる方がいらっしゃって、ホームページが開けませんでしたみたいな感じで言われたんですけど、すいません、意図的に今クローズさせていただいてます。今ね、もう中をリニューアルをかけていまして、2月の頭ぐらいにはリリースできるように、急ピッチで事務局と一緒に頑張って作っております。楽しみにしててください。次の日曜日で、8期のセッション8。最後のセッション。講座最後の日になります。5ヶ月間。早かった。早くない？もうね、29日が最後ね。セッション8。発達障害児の教育と、あとちょっと前できなかったね、中学生、高校生、ティーンエイジャーの英語教育と、あと最後に次世代型英語教育の復習
まとめと修了式で29日で8期が終わります。いやー、でも今回も8期の先生頑張った。I think so too. Thank you to all the teachers who joined us for Hachki, リピートの先 repeaters 生も and, ありがとうございます。 new teachers as well. It was a great pleasure, as it always is, working with you. And we hope to be working with you again together in the future, そうそう。 albeit near future or distant future. でね、今回もね、毎回結構あるんですけど、今期も今期の間ね、リピートも8期、本当に初めての先生も含めてなんですけど、2人の先生がね、英語コーチデビューをしました。もうすごい。初めてね、イングリッシュアップリフトでコーチング学んで、で、ちゃんとクライアントさんとって、ちゃんと収入もいただいてっていう先生がね、2名誕生して本当に良かったなと思います。まあ、29日も結構やることあるんで、ね、楽しみにしててください。で、しかもね、29日、あれなんですよ。いつも Zoom でやってた先生ね、特別講師が直接会場に、もう張ってでも行きますって言ってくださってて、ね、なかなか直接会ってお話聞く機会なんてないと思うんで、楽しみにしててほしいなと思います。で、それでね、またホームページ出てからにもなるんですけど、9期始まります。4月から。で、募集の案内はまだ、決まってないんですけど、ホームページ終わって、そうですね、2月ぐらいには募集をしたいなというふうに思っていますので、興味がある方、あるいはアプリフトいいよって思ってくださる方はぜひご紹介していただけたら嬉しいです。で、あともう一つ、これはこの間のね、前の YouTube でも言ったけど、新しい、準備ミーティングコースみたいなのをね、1年間の、ものをやりますので、その案内もまた LINE の方でさせていただくので楽しみにしていてください。Great. すみません、宣伝でした。Great. はい。ということですね、今日のトピックね。先生たち考えたことあります？ Do you like your students? Do I like my students? って考えたことありますか？子供たち可愛いとか大好きとか言って言うのはよく言うと思うんですよ。でも、この Do you like your own students? Do you like your students? Should you like your students? そう。Is it better to not particularly have any kind of emotional attachment to them involving words like? Should you be detached from that emotion? How is the role of the teacher and the student going to be affected when there are adjectives or not adjectives, when there are verbs like, actions like liking in the picture? These are questions I think are worth asking each other. そうそう。でね、これいろいろ話す前にちょっとこう思ったんですよ。Use the chat box if you're もしね、見てる方いたらあまり見てないかもしれないけど。Please give us your feedback on this one. Give us your experiences on this one. 後で見た方もなんかね、コメントあったら LINE とかにも気軽にしていただけたら嬉しいなと思いますけど、これね、この質問をこう考えたときに、ちょっとこう視点を変えてね、先生に河原さん好きだよって言われたらどう思うかなってちょっと思ったんだよね。先生がもしそれを言ったら、思ってるのか言ってるのかちょっとわかんないけど、ちょっとどうなのかなって。ただほら、Kids do say it to their teacher. そう、I love you とか言うじゃない。I love you too ってやるじゃない。もちろんその時に I love you の気持ちあると思うんだけど、ちょっと冷静に見た時にどうですか？There's I think we need to look at it from a number of different perspectives.
one perspective is what we've just brought to the table, brought to Right. this evening's discussion now. Right. Should we as teachers be liking our students? うんうん The other perspective I want to bring to your attention is, should students expect to be liked? そう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 そ Should students have an expectation う。うん。 that their teacher is going to like them? うん。このね、like って言葉がさ、なんかこう考えちゃうよね。 Right. で、よくこうほら、先生に好かれたいっていうこう、be liked みたいな。 Mm. でも、その、like って意味は何だろうってすごく考えたんだよね。ただ好きって言うんだけど、好き、なんか、ほら、紅茶が好きとか言うと違うじゃない？なんかこう、生徒と先生の関係の中で、like ってどういう意味なんだろうってちょっと考えたんですよ。 Right. うん。 Right. ね。 Now, で、先生に好かれたいって思うことはあるかもしれないね、子供たちね。 mm, だけど、好かれたいってどういうことなんだろうっていう。好かれる、好きとか好かれるとかね。言葉としては使うけど、なんかね、ちょっと深い話になっちゃうけど、どういうことなのかなって。で、好きって言われても、いや、私のことどのぐらい分かってて好きって言ってんのかなみたいなの考えちゃうし、で先生が生徒好きって言った時にも、生徒が好きなの、生徒の何かが好きなのとかさ、結構こう漠然とした right. コンセプショナルっていうか、こうコンセプトが Right. その like の後ろにあるなって思ったんですよね。 うん、 Well, imagine that you were informed うん、 that one of your students has a perception that you, as their teacher, don't like them. うん It's brought to your attention that one of your students thinks you don't like them. うんうん、なんか先生はきっと私のこと好きじゃないな Right. みたいなね、僕のこと好きじゃないんだよなみたいなね。 Right. うんうん、 Now, if you hear it, it doesn't sound like you're going to feel good about that, うんうん、 because you don't really うん want to have that perception. うんうん、 Whether it's true or whether it's not, put that to one side. うん、 But if you receive a complaint or a heads up, or even a neutral observation うん、 or a neutral report, うん、 the child said うん、 that he thinks you don't like him, うん、or she thinks or she thinks you don't like her. うんうんうん、 Yeah, like I said, I don't think teachers would really welcome that kind of そう information. ね、そうやって言われたり、ちょっとショックだね。そう思っててもショックだよね。うん。うん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 。ね、だってなんか先生に嫌われてるんじゃないかとかさ。 Right. So 好きだもんね。 if a student is actually feeling that, かわいそうだね。うん、もしね、先生の生徒がね、きっと先生は僕のこと好きじゃないんだなとか、私のこと嫌ってるかもしれないっていうふうに、もし生徒が思ってたら、先生どう思います？なんか悲しいよね。ちょっと悲しいね。But you would feel sad, but also I'd really personally feel a little bit sorry for any child. うん、もしそうに思ってしまったら、 Yeah, who has a perception, well, he doesn't like me. うん、 Now, my own personal thinking is that in the world of education, I think from a personal level, we're coming up to that. From a personal level, I think like has got nothing to do with it. うん、
But on the other hand, and this was brought to my attention recently with regards to this situation, Right. it may not have anything to do with it from the teacher's perspective, but kids, and especially young kids, they can't separate that. So they're still in the perception of like and dislike. That idea that you can be neutral or it's got nothing to do is quite maybe difficult for kids to conceptualize. They think it's either my teacher likes me and I like my teacher, or my teacher doesn't like me and I don't like my teacher. Yeah, I think the concept of like is actually a lot stronger in students' minds than it is in teachers' minds. What's your experience, Jeremy, with that? その話をした時になった時にね、じゃあもう今はね、もう残念ながら私自分の子供の生徒っていうのがいないから、こう自分が教えてるのが大好きな時をこう思い返してた時に、あのクラスにいる子供たち自分は好きだったかなって言った時にね、なんか好きっていうレッスン大好きだったの。でも生徒たちが好きだったかっていう質問に、もう子供たち大好きだったっていう自分がいなかったんだよね、正直。で、あれ？好きじゃないとかいろいろ思った時に、なんか好きっていうのと違う何かがあるなって思ったの。Got a question for you. When you were younger, did you like your teachers? No. Really? まあ、先生によるけどね、嫌いな先生いたよね。そうそう、それでさっき言ったようにさ、なんで嫌いだと思ったかっていう。お前のこと嫌いだって言われたわけじゃないね。先生に嫌いだって言われたわけじゃないんだけど、私が嫌いだったのね、先生のこと。で、なんで嫌いだったのかなってちょっと思ったんだよね。で、例えば、ほら、変な授業する先生嫌いっていう人いるけど、私ね、変な授業をしたけど、好きな先生いたんだよね。全然授業しないし、なんかくだらない話ばっかり言って、親父ギャグばっかり言っても、なんだよって言いながらも、嫌いじゃなかったんだよね。だけど、一生懸命やってるけど、嫌いな先生っていたんだよ。いなかった？あなた結構みんな好きな感じよ。In elementary school, I was very lucky. Most years I had a teacher that I liked. There was one year I had a teacher who I was a bit scared of. And there was one teacher who didn't like or not like. But overall, I liked the teachers. Well, when I got to junior high and high school, which are the same place in Australia, it's 6 years of high school. でも確かに小学校の時の先生好きだったけど、中高は嫌い。Well, I was the other way around. Once I hit high school, which is 6 years, from 13 to 18, and of course, there's loads of different subjects. Okay, so lots of different teachers. I actually, for 6 years, pretty much liked every one of my teachers. I was very lucky. I had a good relationship with all of them. They were, I think they went out of their way to bring pretty good lessons, very funny. Some of those teachers were quite funny. なんかね、今思い出したけど、幼稚園の時の先生大好きだったの。だから小さいながらに幼稚園先生になりたいなみたいなことを思ってたこともあったし、で小学校に入って1年生、2年生の担任の先生は本当に大好きだったの。でちなみにその1年生、2年生の私がね1年生、2年生だった時の大好きだった担任の先生ともう40年後ぐらいに会いに行ったでしょ？そう、会いに行ったっていうかあったんだよね。感動したよね。いや、でもそのぐらい好きだった。ずっと好きだった。で、確かに3年生か4年生の時にちょっと担任が変わったの、なんかの事情で。多分
なんか途中で変わったのか、たまたまその先生ちゃんと1年教えてくれたのさえ記憶にないんだけど、その先生は嫌いだったの。でなぜかっていうと、途中で変わったのかな、途中で辞めて新しい先生入ってきたのかな、年配の先生だったんだけど、私の名字をいっつも間違える。いや、もう思い出した。私のことをね、星野さんっていうの。星野？そう。で、星野さんって言われて、川原ですって、星野さん、川原ですみたいなやりとりがあって、なんか嫌いだなって思ったら今思い出した。なんで名前覚えてくれないんだろうな、みたいな。星野？星野ひろみ？いや、下の名前ほら、あんまり昔はさ、名字で呼ばれてたから。なんで星野？でも今思い出した。なんで星野って言ったんだろう。星野さんと川原ですけど、川原ですけど、みたいな感じがあった。その時は先生嫌いだったな。でも5、6年生の時の先生は大好きだった。YouTube でも話したけど、結構本当に年配の先生で、いつもゴルフボール持ってて、宿題忘れるとゴツンってやられたりとか、ここに大変よくできましたのスタンプバーって貼られて、宿題やってこいって言われて、やったりとか、今で言ったらなんか、訴えられちゃうとか言うけど、でも全然嫌な思いなかったよ。宿題忘れてなんか大変よくできました、おでこについてゲラゲラ笑って帰ってやるとかさ、なんかその先生は好きだったな。で、中学校入ってから、ご存知の通り、私は受験をして中学校に入ってから勉強しないって決めちゃったもんだから、成績悪かったんですぐ先生に目つけられて勉強はしない、成績悪いみたいな感じだから、居心地が悪くて嫌だったよね。で、やっぱり成績悪いイコールダメ、期待されてないみたいなのを感じたから、どうせみたいな感じで好きじゃなかったみたいな。あったね。All right. Now, have you ever felt that your teacher liked you? Have you ever felt that your teacher didn't like you? 嫌いなんじゃないかなって思った人はいた。だけど、気に入られてるなって思ったこともないんだよね、私。Have you ever expected the teachers to like you? Was that ever an expectation? 先生に好かれたいって思ったことは私はないね。Probably not. But I would imagine that if you have a feeling that this teacher doesn't like you, that's when it first comes to your attention that you may want to be liked. I don't think we set out looking for that attention from a teacher. But it's, I guess, if your student perceives themselves as not being liked by a teacher, then that's when it first comes to their attention, maybe. なんかこの先生に嫌われてるなって感じることはあったけど、じゃあ嫌われてるんだったら好かれるように努力しなきゃとか、そういうのは私は思ったことがない、まずね。なんかやばいなとか、そういうふうに思ったことないし、どうせみたいな感じだったよね。別に whatever みたいな。私も好きじゃないし、嫌いで結構ですみたいな、そういう感じはあったかもしれないよね。でもね、その話の中で、じゃあなぜ自分がそれを感じたかっていう。だって言われたわけじゃないんだよね。Right. So why did you feel that this particular teacher didn't like you? 期待されてないって思ったから。で、あなたもう無理でしょみたいなね。なんかこうラベリングされた感じ。Right. あなたがそう思ってんだったらねみたいな。Right. そう。なるほどね。っていう感じはあるな。なんか特に私はすごいその中学校の時劣等生だったから、Right. まあ劣等生だったんだけど、後半から英語だけはぐわーって伸びてね。英語だけはね。だけど他はなんかもう別に適当に勉強してた感じだったから、しかもほら中学校入ってすぐに呼び出されてるじゃない。受験してやっと入ったのにさ、いきなり呼び出されて怒られて、こんな感じだったらもう高校上がれませんって、いや中学入ったばっかりなのにもう高校入れないとか言われちゃってさ、なんかみたいな感じ
なるじゃない、うんうんうん。うん、なんかこう勉強する意欲がないとかさ。でどうせそうに思ってんでしょって、どうせって思ってるから、私も別にみたいに、まあ、思春期なのかな、うん、思ってたかもしれない。そう、それで、ここ話していいんだよね。うん。自分のね、生徒のことを思ったときに、じゃあなんで自分は生徒が好きかって言われたら、こう生徒のインディビジュアルがこう見えてくるんだけど、インディビジュアルに対して一人一人が好きかって言われると、そういうふうに考えたことがなかった。だけど、もう授業が大好き、クラスが大好き、子供たちと会って英語をこう、ね、話したりするのが大好きって思ったときに、じゃあ私は何が好きだったんだろうって思ったら、だって中にはさ、なんかよく聞かないとか、なんかちょっとやんちゃするとかいう子もいれば、もうすごい積極的にやってくれる子とか、発話が多い子とか、いろんな子がいるじゃない。で、あの子すごくいいなって思うことがあっても、好きとかね、いう感じじゃなく、で、この子話聞かないから嫌いとか言うじゃなくって、そうじゃなくって、なんか、教室のみんなの雰囲気を好きだったのは。Yeah, it's very interesting. 生徒インディビジュアルにどうこうっていうアフェクションみたいなのはないってわけじゃないけど、Right. なんていうのかな。I have classes that I like. あ、そうそうそう。好きなクラスってあったよね。Yeah. だけど、こう、子供に対して好きか嫌いかって言われたら好きかもしれないけど、ああ、もう大好きだったって言った大好きの先は、教室ってクラスメイツみたいな全体なんだよね。こういろんな子がいるこの感じが好きだったっていう意味で生徒が好きって言えるかもしれない。わかるかな？ Yeah, of course. ね、先生、どうかな？ Of course, I think most teachers would find something in common with that. But of course, there might be some teachers who say, yeah. You know, I really like this student. Maybe they've got something in common that is a little bit different, a little bit special or unique to them that sets this particular student apart from other students. As you know, a long time ago, I was working with a young boy who became a young man who actually, it turns out I influenced quite a lot to the point where we have a lot in common. He also went to he got very deep into music and particularly the same music that I liked because that was what I was playing at the preschool. So we found as he grew older, we had a lot in common. And even though I would see him more as a friend now than as a student because he's older and I could have a beer with him now, like never really entered the picture. そういう言葉で考えることがなかったよね。ないね。But I mean, like when we said, but if somebody was to say to you that this certain individual student thinks that you don't like them, then it warrants thinking about, doesn't it? Shall we see what other teachers have to say? By all means, as you watch this and listen to this, share us your own experiences and thoughts on this particular topic. 本当にさ、いいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと考えたことがなかったんだよね。Right. でも生徒大好きって言ったとしても、その生徒一人一人に対してこうなんか思ったってことがない理由の一つはね、Right. 多分その子のことを、教室の中ではよく知ってるけど、Right. そんなに知らないじゃん。Right. だから言えないっていうのがある。Right. I agree. だからさっき言ったみたいにほらちょっと大人になったりとか話ができるようになって同じものが好きとか趣味が一緒とか好きなアーティストで盛り上がるとかなんかそういうのが出てくるとってこう気持ち的にねバディのように思えるかもしれないけど、そういう状態じゃなく
そのクラスの中でしか過ごしたことがない、もちろん好き嫌いとかね、聞いたことがあるにしても、そこまで知らないから、Mm. 好きって言えない自分がいたのかもしれないね。でも、好きではないけど、なんだろうな。まあ、後で出てくるけど、まあ、いいか、後で。I just Googled, should teachers like their students? And then I came across a page that I do come across quite a bit. It's called Quora, Quora.com, and it answers just people's random questions. You can read random questions and answer them. So this particular question was on this particular forum, and I picked up some of the answers. Right. Oh. Okay. It's your phone you want to charge. All right. Now, I picked up a couple of responses to this question, and I must say the very first one is one I can identify the most with, personally. そうそう、これ、本当そうだなと思って。Yeah. This teacher writes, in response to should I like my students, should teachers like their students? He or she says that she or he is going anonymous in case any parents of the pupils I teach read this. She says, I have been teaching for 15 years. No, I do not like all of the students I have taught. Some are mean and unkind. Some are obnoxious and rude. Right. Some do not apply themselves to their learning, and they and their parents are then surprised when report time comes around. And she writes honestly. This is not the same as students who apply themselves yet find learning challenging for different reasons. I respect them for their perseverance. Some students come from very difficult circumstances and some don't. I do, however, care about all of my students. それだよ。I do want them to achieve and be the best that they can be, and I will do my part to try and help them with that. It is not part of my job to like my students, but I do treat them with respect. これだと思うよね。そうだよね。I have spent time with many wonderful students who it has been a pleasure to teach. There are a small minority that I have not liked. So in other words, すごいそれ先生方どう思います？これ私本当にすごく一緒っていうか分かるね。My personal response is kind of very close to this one. I've never even thought about liking students. I like my work. I like classes. I like the job. But liking students, but then again, maybe, if you know me, you will also know that I don't really like many people. Anyway, I don't. It's just one of those things that liking. So I've never really thought about it. But yeah, I do care. そうなんだよね。ケアだよね。In my vibe is the same as hers. Like has got nothing to do with it. Caring has everything to do with it. And that's your job. そう。確かにね、例えばすごくこうレッスンに対してポジティブで前向きでよくお話ししてとかコミュニケーションが上手でっていう子がいるとそのラーニングアティチュードがすごくいい子がいるとなんかあの子いいなって思うことあるよね。Yeah. She's great. そうそうそう。Oh, he's great. そうそう。だけどじゃあなんていうのかなこうやんちゃな子がいたりとかすると嫌いかっていうと嫌いじゃないんだよね。No. 好きとか嫌いじゃないんだよね。No.
そう、それはすごくわかるね。好きとか嫌いじゃなくって、でもどうでもいいよね。どうでもいいとか、あんまりそういうことより、どうやってみんなにこう、一人一人の可能性を見てあげて、こういい意味で期待して、でいい意味でこうサポートできるかっていう、Right. ことなんだよね。So, if a student perceives that their teacher doesn't like them, it's probably, or one of the reasons could be, that the teacher seems to be always picking on them. Or the student 無 feels, 視してるっていうか、こうケアが足りないかね。right. そう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 。So, yes, there could be either they're being ignored, or they're being unduly picked on. But I would say if a teacher is making comments that the student doesn't like, it's probably because of things that the student is either doing or saying. It's got really nothing to do with that particular student's identity or being. そうなんだよね。A teacher, I feel, should naturally react to the actions and the words that the students display. それはあるね。So if your reaction to a student's actions or a student's words is not in a way that student feels happy about, then I guess it's understandable that you may think, it just depends on how that student views their own actions. Because, you know, if a student is doing the wrong thing, somebody has to say something. Now, what I mean by wrong is very simply, if it's not fair, or if it's not considerate of other people. You can have your own opinions. You can do what you like. But if that's going to be unfair or it's going to be disturbing to other students, the teachers will need to say something. And then if that is an ongoing process, then I guess the student can come to the conclusion that the teacher doesn't like them. But the student needs to be aware that the teacher is simply commenting on what he or she is seeing and hearing. そうね。でもやっぱりこう、例えばいつも注意されてると、注意されることは嬉しいことじゃないから、自分の行動は置いといて、その先生の言動でなんか嫌いなんだなって思ってしまったり、でも思い込みなんだよね、全部ね。Right. そう、ビリーフになっちゃってるだけなんだけど、思うことあるかもしれない。Right. でもそう思った時に、大事なことって、その生徒にさ、注意することが多かったとしても、先生はそのアングリーになってるとか、そういうこう感情的なことじゃなくって、すごくニュートラルに言ってるよっていうところを感じてほしいよね。で、そうなると、いかに自分がニュートラルに子供に接するかってことが大事だと思う。Yeah, I don't think it's got anything to do with like, but I guess, especially if the student is young, they may perceive that. Do you think, because it's a matter of that student's ability to be able to self-reflect. If the student is able to go, man, I guess the teacher's right, then that feeling of not being liked by the teacher might not be as strong. But if the student cannot see or cannot self-reflect and doesn't think that their actions or their words, or doesn't care, then I think they're going to perceive that their teacher doesn't like them. 正直言うとさ、
先生の眼差しって大事だと思うんだよね。どういう目で生徒を見てるか、どういう目で見られてるのかなっていう。例えば注意されてるときは怒ってて怖い目で、なんかこう、looking down みたいな感じあるかもしれないけど、ちゃんと他のところで、I believe in you みたいな、Yeah. その視線があれば、Yes. やっぱりあの時は自分は良くなかったかなって思えるけど、その眼差しがなかったら辛いね。Yeah. だから先生はそういう意味でこう温かい眼差しを送るっていうことは大事よね。この温かい眼差しを送るイコール I do care about you っていう気持ちよね。Yeah. そう。応援してるよとか、いい意味でプレッシャーじゃなくて期待してるよって大丈夫だよっていう前提が伝わるように、やっぱり眼差しを送る、笑みを送るとか、ね、そういうことは絶対したいかなって思う。Yeah, you brought up a good word just now. Expectations. Yeah. We have expectations of our students because we believe in them. そうなのよ。だってさ、So surely, if you believe in someone and you have expectations of them, that's a positive thing, isn't it? だって絶対さ、どんな子にもよ、絶対いいこうポテンシャルがあるじゃない。Yes. で、それが本人は気づいてないけど、先生が信じてるから、Right. Come on って思うじゃない。I reckon that's more important than liking them. そうだね。でもそれまさにさ、ピグマリオン効果みたいな、ピグマリオンエフェクトみたいなとこあるよね。先生のそのグッドエクスペクテーションが子供を作っていくみたいな。だから子供に好かれたくて先生をしてないんだよね。私を子供に好かれたいって思ってやってないじゃない、こっちは。No. I would hope not. で、逆にさ、子供に好かれようと思って頑張る先生は頑張り方間違えちゃうね。Yes, indeed. That's got nothing to do with the students. 正直舐められるよね。Yeah. 子供って試すじゃない。どこまで先生 OK かなみたいなのあるからね。そうだからね、好きとか嫌いとかじゃない。That's why teachers should never go down the path of I want to be the student's friend. I think that's a wrong way to go down. それちょっとあったね、この間。Some teachers, especially if they're young, and they kind of feel things in common with their students. They go, I want to be the student's friend, somebody they can talk to. Of course, you need to be somebody they can talk to. でもそれは友達でよくて先生じゃなくていいよね。そう役割だよね。いや、どうなんだろうね。私たちのビリーフが古いのかもしれないけど、お友達みたいな先生がいていい場合もあると思うよ。例えば高校生ぐらいだったらまあ、No, and especially at that age group, you don't want to be their friend. まあね。You need to be friendly. Yes. いや、friendly はあるね。てか想像つかないね、友達。いたんだよね、若い先生が。もう小学生とかでも、まあ、大学生ぐらいの24歳ぐらいの友達みたいな関係で。だから恋愛の話もしてほしいし、何でも話してほしいしって。だからそのオープンするっていうのはいいけど、それ先生じゃなくていい。Yeah, of course not. I think there will be times when you do things or say things like a friend might do or say. That is, listen carefully, give some advice, maybe, pat them on the back, encourage them, and you're okay. I'm here for you if you ever need to talk to me. You can smile with them, laugh with them, just like friends do, make a joke with them, just like friends do. Right. You can play with them, just like friends do. But you're not their friend.
そうなんだよね。ローだよね。 It's a role. うん Shall we have a listen what other teachers are うん writing? うん So that first one, I found myself identifying Right. very strongly. Caring, yes. Right. Should teachers like their students? Another teacher's write this. Mhm. Another teacher's very short. She goes, of course not. やっぱり Do you like every single person you have encountered in your life? No. Just because you teach and develop a relationship with them doesn't mean your personalities are matched or that they are likable people. Well, there you go. そうな That's true too. そうだよね。 Some of the students are not always necessarily likable. うん They're always picking on people. Right. They're always being unfair, Right. always cheating, always me. うん It's just not a likable. うん Some of our students Mhm. do things that are just not likable. うん。あるよね。 Hey. Another teacher writes, Mm. some students are harder to like than others. うん That's when I focus on how I act, not how I feel. Mm. I give of myself to them. I get down on their level and look in their eyes and find what there is to like. Deep down, there's something to look. Deep down, sometimes when all else fails, act like you like them. うん And you might surprise yourself by actually liking them. うんでもこれってさ、ちょっといいかい、なんていうのかな。I'm your biggest supporter じゃないけど、私はあなたにちゃんとケアをしてるよっていう意味では、そうかもしれないけどね。 Yeah. でも、別に私、生徒みんなに好かれたいとか、思ったことがないんだよね。ないね。別に、なんとも思う。ただ、うん、 I don't like Matthew sense やっぱり聞きたくないね。それは聞きたくないけどね。うん、聞きたくない。悲しいよね。Mind you, in saying that, sometimes, especially very small うん kids, うん they will say things to each other like, I like you. うんうん Not to the teacher, but to each other. うんうん Or, I like, Haruta. うん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  Or, I like, Misa or whoever, うんうんうん Misako. うん I tend to discourage the kids from saying that. If they say, I like Haruta, yeah, me too, I like Haruta. あ I tend to say, guys, please don't put a person's name after I like. Because we're all friends here. あ、この子は好きだけど、この子は嫌いになるからね。 So, 両方あるからね。 if your name is not mentioned, it implies that you I like don't- them less or not at all. そうだよね。 So that's why I say, guys, in here, please don't put a friend's name behind I like. You might think that sounds strange because it's a Mhm. nice thing to say. Right, right. But in fact, it could mean そうだよ。名前言われてない子は悲しいよ。悲しくなるよね。 So, あ、嫌いなんだ。 it's not important. うん We all like each other. うん。というthat's what I do. We all like each other. We all like each other. うん You don't have to say things like that because if your name is not う mentioned, んそうね。 yeah, でもやっぱりすぐ言っちゃうね、子供とかさ。 they 好 do. きとかさ、 Yeah, 大嫌いとかさ。 yeah, うちの娘たちもそうじゃない。 yeah. もう何回好き嫌い好き嫌い好き嫌いって言ってんだと思うよね。 This teacher writes, うん、 I taught third grade. My students were 8 and 9 years old, Mhm. so it was hard to not like them. うん可愛いっていう可愛いからね。A classroom is a mixed bag of all types of personalities. Some of those personalities I found more pleasing than others. うん However, I genuinely tried to find something special うんうんうん about each of my Mhm. students, even if it was something small. うんうん
I found that if I praised my students even for the smallest kindness, that they would work hard at being kind in order to get more praise. Yeah. If you find yourself kind of, I'm kind of always on this particular student's case. I'm always saying his name or her name. I'm always warning that student, then I do feel that the balance is not right. And so I do go out of my way to look for praise そうね。 and make it public. そう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 。でもそれやっぱりI do care about you. Yeah, that's the I'm message. Not just attacking you No. or insulting you. Just, I just try to be fair. And then, そうだね。そういうのあるよね。Yeah. あ、こんばんは。Who's that? サチ先生、こんばんは。 Such Sensei, good evening. ああ、でも。 I have told the kids, I don't usually get angry. I will tell you what I see. そうね、マッシュはその感じだよね。すごくフェアにね。まあでもどうだろうな。まあ、正直さ、子供ってこうちっちゃいだけで可愛いっていうのあるじゃない。なんか Yeah, but cute is cute. そう But キュートだけど、キュート。 liked or don't like one nine there. But there are, as this teacher points out, there are actions that we don't like. There are words that our students say that we don't like. でもそこすごく大事で、そうなんだよ。人が好きなんじゃなくて、その行動、その言動が好きじゃないっていうだけだからね。言動が好きか嫌いかっていうだけだから。好きか嫌いかっていうか、好きか嫌いか、またこれも違う気がするけど。I think you bring up a good point. There are actions that we don't like. There are words that our students say that we don't like. But that's not the reason. So, because that's a personal. I did work with a teacher and she used to say, I don't like that. Now, when I hear that, I'm like, yeah. It sounds like you want the kids to only do stuff that you like, that it's for you. It's for you that they need to say what they say and do what they do. That's not how it should be. なんか、That's not how it should be. But of course, there are things that we like and we don't like that the kids do and say. But that's not important. Is it fair? Is it considerate of other people? And if it's not, we have a role to say something. I don't like that っていうのは、でも違うでしょ？違うけど、聞くよね。アメリカの小学校とか、先生、結構先生が、I don't like that とかさ、言う先生、見たことあるよね。そういう言い方がいいっていうのもあるのかもしれないけど、でもこれ、ただ、違うんだな。意見としてね、意見として受け止められればいいけど、先生は自分はいいと思ったけど先生嫌なんだなっていうことで学べれば、それはありなのかもしれないよね。ただ先生の顔色で決めるようになると危ない。そうなんだよ。でも特にね、日本人は顔色見ちゃうんじゃないかな。どうなんだろう。I don't like that。オピニオンを求められる。言ったことがない。I'll say things, I might say, don't do that, please. That's not nice. ニュートラルだよね。愛がないから、personal feeling がないから、ね。つまり、I don't think it's nice っていう意味でしょ。And it's clearly not nice. Because I always imagine if it was you who was suffering at this moment based on a friend who was doing this and this and this, how would you feel?
そうね、I don't like that. という先生、そうね、結構見たことあるね。あるよね。なんかな、小学校だったかな。I don't like that. どうだろ Shall we read another う。 comment? This teacher writes, I love my students. I would put myself in harm's way to protect every one of them without hesitation. I think most responsible adults would do that. まあはい。でも love ラブはまた違う。そうな、like とラブ違うんだよ。違う。ラブってさ、もう絶対あるじゃん。それこそいちいち言わなくても、そう。もうある前提だから、なんだろうね、この五感の違いっていうか。Well, maybe because of the dedication and the commitment that teachers have to students, it's sometimes translated as love. Because when you love someone, then ある程度 you're giving them your commitment, you're giving them your time, you're giving them your energy, you're giving them your planning, you're giving them your advice, you're giving them a lot of things that teachers give. So I guess it's easy for teachers to feel like they love their students. And because you're also with them so often, depending on your environment, but in preschool, for example, where you're with them every day, it's like a small family all on its own. It's definitely a community all of its own. So I guess teachers, you'll often hear teachers saying things like that. I love my students. I don't think I've ever said it. I may have kind of felt it. But I do love my work and I love teaching. So that is definitely going to involve. まあ、もしかしたら、フィメルとメルの違うかもしれないけど、なんか、ヨミ先生、I love you って言われて、Oh, I love you too っていうふうには言うのに全然ヘジテーションはないし、でね、一緒だよ。でね、でしょ？で、ラブに関してはさ、例えばね、子供一人一人がどんな子であっても、もう絶対すごいこう、なんていうのかな、潜在的なポテンシャルっていうか、こう可能性を持ってるのを信じてるから、もうそこでもラブなんだよ。信じてる時点で。当たり前。当たり前。条件なし。無条件よ。もうここに来て、このクラスにいてくれるっていう、ここにいるのでも、なんていうのかな。来てくれてありがとう、いてくれてありがとうって気持ちになるじゃない。だって来なくていい可能性もあったのに、この教室に来てくれている、文句言ったとしてもよ、文句言ってたとしても、ここまで来てくれてるっていうことに対して、ラブは出るよ、私は。Right. だからもう、無条件よ。無条件っていうか、無条件じゃないか。来てるからって言ってるから。なんて言えばいいんだろう。なんだろうね。私ね、意外とね、冷たい。そうね。でも When young kids say to me, Matthew Sensei, I love you, I'm like, yeah, I love you. Yeah, I love you too. But there were elementary school kids classes. There were elementary school kids classes, and I used to end the lesson like, okay, so what's the homework? Okay, all right. So see you next week, and remember, I love you. And the kids would be like, blah, blah. Or I'd go, and remember, and they're like, ah, I don't want to hear it. That's cute. So that was, remember, I love you. Hey, so I love my students. I appreciate many things about them every day. I try to treat my students equally
and kindly and see the unique potential in each of them. Great. そ I just don't like every student at all times. Good, 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 good. う。それが正直なところだよね。おそらくね。In fact, the student might go out of their way to give me a hard time. It's hard to like a student who does that now, isn't it? Yeah, I might catch them in the act of doing mean, manipulative, or truly ugly things. Yes, I can dislike people for doing hurtful things. It's only human. Even when I don't like a student, I try not to betray my personal feelings through my behavior. そうだね。 Good. そうそうそう。本当そうだよね。 There are inappropriate ways to express my feelings about a person, and there are appropriate ones. Yes, Good. yes. Not liking a student and telling them about it would be rather inappropriate. 確かに。そうだね。 Expressing disappointment in a student's negative choice of actions, though, could be wholly appropriate. その通り。そうだよね。本当そうだね。先生、いいこと書くね。これね、 Yeah. 見てる先生どう思うかな。 Commentary on a student's behavior or words has got nothing to do with like or そう dislike. ね。 So, パーソナルフィーリングはないな。maybe one or two more. This sensei writes, while we try to, it's practically impossible to like everyone. Sure. It might be a class bully, the student that doesn't care about learning, or the child that's just downright disrespectful. Right. There's eventually going to be that one student that is impossible to get along with. As a student, do you always get along with every single classmate? No, we're human. We like or dislike certain personalities and attributes in others. Teachers are still human. Last one. Good teachers care about all their students. もちろん。 As for liking, teaching really isn't about that. I agree. It's a professional relationship, not a social one. そうだね。 Yet, of course, some teachers and students get to know each other well enough to really like, or as it may be, dislike each other as people. Right. その通り。そうだよね。それが正直なところな気がする。なんかさ、先生とかじゃないけど、これってほら、英語が好きとか嫌いとかにも似てない？ Yeah. もちろん好きでいることはいいんだけど、別に好きとか嫌いとかじゃなく使えるようになってほしいみたいなのあるじゃない。 If you're a parent and your child says, I think my teacher doesn't like me. So what would you say? 子供に Yeah. 先生は自分のこと好きじゃないみたいな。 Yeah. Maybe Hiromi だったら what makes you think that? 違うの？どうしてそう思ったの？先生に好かれなきゃいけないの？って言うかな。質問してね。まあ、心の中では、だから何？っていう感じよ。あなたはどう思ってるの？っていう。先生、あなたのことを好きじゃないって思ってたとしても、あなたはどう思ってるの？だってさ、好かれようって思って頑張ることほど辛いことないと思うよね。先生がこれをしたら先生好きになってくれるかなって自分にね、いわゆるそのパーソナルにこうフィーリングを向けてほしいってことでしょ、先生がハッピーかなって思うことあったとしても好きになってくれるかなってなるとちょっと歪む気がするよね。でね、I've got this theory. I think put love to one side because sometimes you can be in love with somebody and that love is not returned. So that's something different. But I have this theory
that if you like someone, うん maybe a friend うん or people that you work with, うんうん and you like because they're really cool or うん they're うん really うん funny, and this person's all う right, んうん they're all right, Mm. you know, and I really like this guy. うん I う know. ん I have a feeling or a う theory ん that the amount of the amount of like that you have for some person is equal back. ああ、そうね。 And そうね so if you walk into an elevator うん with a group of different people, some people you know and you like, some people you know and you have a まあそうしょ a no like or う。 dislike うん feeling うん about うん them. うん And then there are people in the elevator you don't know at all. But do you like them or no? But do you dislike them? No. わかんない。 Wakanai de sho. I think everybody actually has the same amount of feeling for everybody else. うん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 なるほどね。 That's my theory. うん It's kind of balanced out. うん It's very hard to like someone more than they like you. いえ。だからその、なんとなくわかる？うん、大体ね。そうね。なんか、うんなんか自分、なんて言うんだろうな。You know the feelings you have for a friend. うん、大体 they probably feel the same way. そうね。向こうも同じように思ってるってくれてるでしょ。 And there are those friends that you see だ more から often つまり分かり because 合ってるから好きって感じでしょ。そうだからさっき言ったマッシュが言ったこうコモンな部分がうん多いと、もっと好きになるかも。And so you want to spend more time で with も them. その好きっていうのはさ、多分私が思うに自分のセーフゾーンにいるからよ。セーフ、なるほど。自分のセーフティーのためだと思うね。そうだよね。そのこの人は安心安全イコール好きっていう感覚なんじゃない、そうだよね。多分ね。いやでももちろんこうなんか素敵っていうふうに思う意味で好きっていうのもあると思うけど、でも生徒に対してね、なんだろうね、なんかこのトピックを考えたとき、好きってなんだろうってすごい悩んじゃったんですよ。 Right. 前さ、うちの次女がさ、その大好き、愛してると好きの違いは何だろうってずっと悩んでたことあったじゃん。何が違うんだろうみたいな感じで、この時は言うけどこの時は言わない、これは言えるけどこれも言うとかさ、いろんなこと考えたけど面白いね、言葉って、好き、そうね、好き、なんだろうね、私ボンジョビ大好きじゃん。でもあれは別に向こうは私のことをいい子に思ってなくても。 Well, no, obviously it's different for famous people, Yeah. people in the spotlight, because fans, Right. you know, that's different. But I'm talking in terms of personal relationships. Yeah, yeah, yeah. そうね。同じぐらい思ってる人だと思う。でもあんまり気にしないんだよな、私。気にしなくてもいいんだよ、本当は。だから気にしてないから好きとか嫌いとかないのかもしれない、ね。そうでしょ。なんかほら、嫌われる勇気っていう本がさ、流行ったんだよね。全然平気だよね。Yeah, unless this particular student has a desperate feeling of wanting to be liked. なんかね。Because if you say something like that, I guess it's on your agenda. I don't know. なんか or very innocent. Right. なんかね、しょっちゅう物を持ってきてくれて、気を使って、なんかもう、先生っていうお母さんいたんだよね。なんかこっちで、私に好かれたいのかなっていうのが見えたときに、嫌
なんか気をつけなきゃなって思った。なんでそんなになんかこうひいきしてくださいって意味なのかな、わかんないけど、特別扱いしてほしそうな感じよ。で、特別扱いできないじゃない。ない。できない。スペシャルケアはできるけど、特別扱いはできないっていうのかな。難しいね、言葉がね。でもね、生徒たちは好き。つまり、クラスが好きだったね。なんていうのかな、もう言うこと聞かない、ぐちゃぐちゃになることもある、でもすごい頑張ってる時もあるみたいな、そのまるっと全部が、その雰囲気がね、好きだった。だからこのクラス好きだなっていう、ね、いろんなことがあるけど、このクラスいいな、好きだなっていうのあったけど、スチューデントが好きかって言われると、ラブはあるけど好き、ラブって言ってもなんかもう、アンコンディショナルなね。いちいちメンションしなくても、そこにあるからみたいな。なんだろう。って思ったりするね。まあ今日の話はね、どっちかというとどうでもいいんですけど、ちょっと言葉をどう受け止めるか、自分がインタープレットするかっていうのを考えてみても面白いんじゃないかなと思ってこのトピックにしたのね。で、もしはいつも言ってる。あんまりこう、パーソナルなフィーリングはない。エクスペクテーションとかはあるね。その子供の可能性を信じてるっていう、その、サポーターとしてのさ、サポーターとしてのラブはあっても、その、パーソナルのその好きっていうのはないねって話してたんだよね。皆さんどうですかね。And I think the teacher's role is to be genuine. If something strikes you as being really nice or really considerate, it's worthy of praise, worthy of attention. Maybe even bring other people's attention. Hey, did you see that? Did you see what? That was fantastic. And conversely, if there is behavior that is unkind, selfish, it needs to be addressed. Now, hopefully, you don't have students who consistently or constantly present you with behaviors or words that you need to address all the time, because that's going to then come across as like you're either picking on them or that you don't like them. But でもコンスタントリーにあるってことは何か違うところに問題がある気がするよね。だから毎回言っても治らないとかいうのがあるとしたら、それを言い続けたところで変わらないかもしれない。他のアプローチを考えるか、他に何か問題がないかっていうことを見ないといけないよね。もしかしたら家庭のことなのかもしれないし、何かその子供がすごくこうパーソナルに抱えているものがあるのかもしれないし、それをこううまくハンドリングできなくて、その行動にあまりおかしくない行動に出ちゃってるっていう。要はその子供のストレスのリリースの仕方っていうのかな。And that teacher brought up good wording. It's the choices the students make that the teacher will make a comment on. Because sometimes that choice is interfering with the potential of that child that the teacher knows. And the teacher's trying to get at. The teacher commits so much of their lives to getting at that potential and pulling it out and making that student realize that potential. That's all teachers, I think, are interested in. So if part of that process means that you come across as not liking someone, well, for a start, that's not necessarily true. And secondly, it's not really important. It's got nothing to do with
think anything on a personal level. Mm-hmm. Nothing. Mm-hmm. And if it is on a personal level, then the teacher should take a break. Mm-hmm. If the teacher finds themselves getting personal, でも分かるな。 then they なんか need a さ、 break. そうね。全然こう違う立場で言うとさ、私がまだ駆け出しの頃さ、すごいこう有名な先生とかさ、大御所の先生がさ、もう河原さんって本当にいい先生だよって言ってくれるのと、河原さん好きだよって言われるのちょっと思うとさ、違うよね。いや、いいって言ってほしかったなみたいな。好きかもしれないけど、そういう、なんていうのかな。Yeah. You're looking, the focus is wrong. そう。まあ、女の先生によ。女の先生も好きだわとか言って。なんだろうね。なんかそういう、私がどうのこうのじゃなくて、私のレッスンが好きだなとか、私の考えが好きだなって言われたら嬉しいけど、あなたが好きって言われると、なんかそういうのって思っちゃうよね。わかんない。子供もそういうとこあるんじゃないかな。どうなのかな。まあ、ちっちゃければちっちゃいほど、やっぱ言葉が足りないから、まるっとね、いいイコール好きみたいな、あるじゃない。だからまあ、あんまり深く考えなくていいのかもしれないけど、なんかね、ちょっと気になったね。今回ね。考えたことないけど、好きってなんだろうみたいな。All right, let's wrap up this evening's discussion. Thank you for joining us. We hope that any part of this evening's discussion was helpful, useful. Yeah. It's a busy time of year. Reports and interviews and very busy. そうそう。まあ、もうすぐね、8期も終わるけど、またすぐインテンシブも始まりますし。Yeah, but that's pretty exciting. そうね。I'm actually enjoying the preparation of it. Yeah. I need to 前から find. さ、ちょっとやりたいなって思ったことが、まとめるの大変だけど、考えるのは楽しみね。いや、どうなっちゃうかな。楽しみ。Is it still too late to apply for that? 何がインテンシブ？ Yeah. もう締め切りましたよ。終わり。当然だってもう、そうだね。終わってますよ。はい。Okay. All right. Thanks for joining us. サチ先生。見えない。うまく言葉にしてまとめられなかったので、また個人的に話せたら嬉しいです。そうでね。ね、なんかこう、だらだら喋っちゃったけど、なんかちょっとこう考えるね。きっかけ。やっぱね、先生たち、頭を動かした方がいいよね。どういう質問をするかによって頭の中が動くからね。先生たちは頭を動かそうね。Yeah. All right. はい。Good night. おやすみなさい。ね、確かに。でもさ、面白いよね。こういうちょっとした質問を投げかけるだけですごい考えちゃう。考えるよね。だから質問って大事だよね。質問によって頭が動く。で、答えながら、なんか違うなとかさ、本当甘いせいの、mature things とかさ、なんか、いや、考えるって本当大事だよ。Good night. Thank you. See you on Sunday. Yes, you bet.